高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今回はトライアルが声優を買収したっていう話を取り上げていきたいけど、これによってスーパーの勢力図が変わるって思っとって、はいはい。で俺らの地元、津市にもトライアルがあって、結構近所に。だからトライアルへの思い入れっていうのは結構強いんやけど、そういったところに関しても語っていこうと思うんやけど、トライアルが声優を買収したっていうことで、ヤフーニュースに記事が載っとったんやけど、その概要が、スーパーセンタートライアルを運営するトライアルホールディングスが声優を完全子会社化したと。で、スーパーセンタートライアルっていうのが、九州を中心に展開しとる、総合スーパーおよびディスカウントストアなんやけど、主に、安価で豊富な品揃えやったり、品質にもこだわっとって、最近はテクノロジーを活用した DX とかでも注目されとる、小売業界の、優みたいな感じ、すごい勢いがあるスーパーなんやけど、そのトライアルホールディングスが、声優の全株式を買収して、で、買収額が3826億円に上ると。で、株式譲渡の実行予定日が2025年、今年の7月1日で、この買収によって、連結売上高が1兆円を超える小売グループになるんよな。だからもう超巨大小売グループになるわけないけど、この狙いとしては、トライアルって基本的に郊外に出店しとるから、逆に声優は、東京とかでもそうやけど、駅前の店舗が多くて、そういうトライアルにない部分を補い合うっていうか、トライアルで網羅できてない都市部の店舗での売り上げを獲得していくっていう狙いがあるみたいなんやけど、そのトライアルって多分関東の人はあんまり聞いたこと、東京に店舗がそもそもないからあんまり聞いたことないと思うんやけど、はいはい。どういうスーパーかっていうと、まず、とにかく安い。いろんなものが安くて、食品とか肉とかも、これ安すぎてちょっと鮮度に疑問を持つぐらいの値段で売っとったりするんやけど。逆に大丈夫かっていうくらいの。だから大阪のスーパー玉でみたいな。これ大丈夫なんかみたいな。できるだけ生鮮食品は買わん方がいいんじゃないかっていう値段でそういう風に見られたりするぐらいのスーパーで。で、あと、品揃えがもうとんでもないことになっとって。その総合スーパーやから、イオンみたいな感じで、食品だけじゃなくって、薬とか、衣類とかも売っとんだやけど、イオンの日じゃないよな。いや、違う。もう、何でもある。もうドンキが競合になるぐらいの。そう。日用品、ホームセンターも本当に、とりあえずトライアルに行けばなんかあるやろみたいな。そうやな。こんくらい信頼を置いとる。スーパーとドラッグストアとホームセンターが一緒になったみたいな規模感の品揃えなんやな。過言ではない。ぐらい、その品揃えが良くって、で、店舗面積ももちろん広いし、ほんと倉庫みたいな感じやんな。コストコみたいな。そこまで広くはないけど。でもそれに匹敵するぐらい。俺らは地元の店舗はそうでもなかったんやけど、結構テクノロジーを活用した営業を行っとって、スーパーのカートが、レジも兼ねとるカートになっとって、カートに商品を入れながら会計して、そのまま袋詰めして出れるっていうか、レジで待たんくてもいいような買い物ができて。これも地元になかったから本当かとは思ってるな。地元の藤方店が俺らが一番近かった店舗なんやけど、そこ3年ぐらい前に行った時は、まだ導入されてなかったと思うから、あんま実は体験したことがないんやけど。ない。ショッピングカートにタブレットがついとって、で、そこで商品のバーコードを読み取りながらカートに入れて、で、決済もそのタブレット上で行って、そのまま店を出れるっていう形なの。全然違うよ。レジのスピードとか。でも近所の普通の店舗は、あれやったな。現金決済しかあかん。そう。なんかアナログやったけど。だから本当にこんなトライアルが進化しとんのか全然知らんだもんな。三重のトライアルのイメージでしかないから。で、そんな感じで、トライアルは今すごい勢いがあって、2023年の6月時点で285店舗やったんやけど、2025年の3月時点では345店舗、60店舗ぐらい増えとんのよな。売上も成長しとって、2023年が5955億円やったんが、25年6月予想で8088億円と。これ前期比で 12.7% 増やから成長してとるよな。成長しとる。これからももっと伸びると思うしな。最近も上場したしな。声優買収できるぐらいやからな。そうやな。今すごい勢いあるよな。スーパーで言うと、ほとんどなんかイオン一強みたいな。一強とまではいかんけど、かなり強かったけど、最近は安めのスーパーでOK とかあるけど、トライアルがでも一番勢いがあるんじゃないかな。食い込んでくると思うよ。関東では少ないけど。そうなんよね。マジでメディアが限られとるから、マジで知らん人は知らんよな。俺も今、富山に住んどるけど、社会人になった時に話通じやんだもんな。こっちの人。トライアル自体を知らんから。で、やっと去年、初めて北陸にトライアルができたんよね。で、俺はトライアル知っとったから、めっちゃ喜んだんよ。跡地トライアルなるっていう噂を聞いて。いや、嬉しいよ。俺はめっちゃ喜んどったのに、そう、嬉しい。テンション上がっとったのに、周りの人らトライアルを知らんから、スーパーごときで喜んどんみたいな。嫌やかな目で。そりゃそうやんな。
そりゃそう方から見たら、あ、そりゃそうや。たかがスーパーができるだけで。そう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 。で、いざ北陸初めて富山にトライアルができて、もう大盛況。すごいよ。最初の方。富山って結構スーパーとか激戦区でさ、知ってる人もいると思うけど、アルビスとか大阪屋とか、バローとか、名だたる地場のスーパーがあるんやけど、千葉というかもうバローとか大阪屋とかやとな、北陸にとどまらんもんな。そう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 。もうマジで人多すぎて、駐車場止める場所ないみたいな。あ、トライアルがトライアルが。で、富山のトライアルって全国的に見ても、やっぱ北陸に初めての出店ということもあって結構広いんよね。力入れとんのやけど、それでも足りんぐらい提供、トライアルなしではもう、こいつら生きていけやん。ぐらいの当初の勢いやった。もう今はな、もう半年以上経って落ち着いとるけど、それでも24時間やっとるっていうのが、やっぱりこっちにはあんまないからさ。そうやな。トライアル知らん人からしたら、こいつ何言っとんのって感じだと思うんやけど、いやー、そうやな。本当にな、そのトライアル1個できると、生活満足度が一気に上がるんよ。うん、本当に。誇張抜きで。というのも、トライアルって、さっきも言ったけど、とにかく何でもある上に、24時間営業で、物が安いから、とりあえずトライアル行っときゃなんとかなるやろっていう感じなのよ。そうそう、そうなんよね。値段がさ、安いってことはさ、まんべんなく安いから、高値で使う心配がないんよな。何を買っても。そうやな。まあ多少そこよりも特売とかで安いスーパー他にあるかもしれんけど、通常な他のスーパーの同じものより特別高いってことはまずないやろっていう信頼があるから。そうそうそだからトライアル行ったら他のスーパーはしごする手間考えたら、まあそんな値段変わらんやろうからここで買っとけばいいかってなるよな。う。いや、そんくらいトライアルの信頼感ってのは高いからな。そうやな。で、俺らがなんでそんなに盲信しとるかっていうと、トライアルを。地元に会った時によくさ、俺らキャンプとかさ、海でさ、なんか焚き火とかしてさ、キャンプしとったやん。したした。でそこで必要なもの、キャンプ道具とか、その食材とか、あと服とかな。もう最悪使い捨ててもいいやぐらいのさ、なんならな。絶対臭くなるからな。そういう服とかも全部そこで買えるから、もうしょっちゅうトライアル行っとったんや。あ、そう、トライアルで全部賄えるような。誇張抜きで。あ、そうそう。食器とかも、家電もあるからな。そうそう。あるある。そうだから、なんかアウトドアをするにしても、ホームセンターとか、アウトドアショップ行かんでもいいんよな。そうそう。なんかするってなってさ、やっぱ食い物とか買うけど、まあ、他にもキャンプ道具とか服とか靴とかな、欲しいってなったら、もういろんな店はしごするよりはトライアル1個行けばいいかっていう、1箇所で買えるから。いや、本当にそうなんよね。それはかなり大きい。じゃ本当に、手間も省けるしな。カー用品から釣り具から家電、あと野球のグローブとかさ、作業着。もう何でもあるんよ。キャンプするための炭とか持ってるし。で、しかもさ、そういう衣服とかもさ、普通にもう500円とか600円ぐらいでさ、売っとるよな。ああ、売っとる。すごいダサい T シャツとかやけど、まあ、その時ただ着るだけやったら何でもいいからな。だから本当使い捨てレベルで、匂いがつくからもうないとかでも、本当に使い捨てレベルで、トライアルで補充できるから。なんか外で遊ぶっつってな、なんか釣りするとか、海行くとか、運動するとかでもとりあえずトライアルで全部揃えるもんな。俺帰省するたびに T シャツとかサンダルとか買っとったもん。帰省するたび行ってさ、サンダル買って、で、家にトライアルのサンダルがめっちゃ溜まっとったの。実家に。まあ毎回買ってもな、そんなにな、値張らんし。300円とかで買えたで。いや、ほんとそんなレベルよ。まあ結構昔、まあ3、4年前の話やけど。結構トライアルにはな、お世話になってるからな。たださ、俺らさ、トライアルの食に関しては何も語れやんよな。あ、そうやな。惣菜とかさ、トライアル、有名なんやけど、あんまりトライアルで惣菜を買うことがないから。正直俺ら買わんし、トライアルにあんま食事のクオリティを求めてないよな。あ、そうやな。そのキャンプとかするときに肉とか冷食とか買うことはあるけど、わざわざトライアルでっていうに関しては、食に関しては正直な、あんまりまあ詳しくないわな。詳しくない。変わんな、ぶっちゃけ。そうやな。トライアルに買いに行く。まあ水とかな、買うけど。水がめっちゃ安いんやんな。あ、そうそう。2リットルの水50円ぐらいで売っとる。おお。大丈夫なんかそれ。水道水とかじとんゃなくて、でもないよな、それ。ちゃんとした水な。どっちかっていうとホームセンターとしての利用やな。そうやな。まあもちろん食事を求めて買いに行く人だっておると思うけど。あとは、俺が深夜帯にしか行かんっていうのもあるけど、結構殺伐としとるわ。トライアル。治安が。照明もちょっと薄暗いしな。そうやな。確かに。夜行くからかわからんけど。いや、でも、あれ、どこの店舗でも照明薄暗い気がするわ。なんか松坂のトライアルも薄かったし、そういうコンセプトなのかいや、安いスーパーとか照明薄暗い店多い気がするんだけど。なぜかな。マイバスケットとかも薄暗いし、あと、100円ローソンとかも暗くて、ちょっとジメジメしてるような。な。そこで、なんか光熱費とか抑えとるんか、じゃあ。確かにあんだけ安かったらな、なんかからくりがあるんやろな。
だからさ、売ってないものがないわけで、ドンキとかよりさ、品揃えがいい上にドンキより安いから、いや、安い。うん。でも地元のヤンキーはなんでドンキに行くんやろうと思っとった。トライアルでいいやんなっていう。確かにな。ドンキで買えるもんトライアルでも買えるからな。でも、地元のヤンキーはトライアルには全然おらんかったな。そうやな。少なくとも、藤方のトライアルは、まだ治安マシな方やったんかな。トライアル自体は、全国の評判とか見ると、ドキュンが結構たむろ取ったりするらしいよ。へえ、そうなんや。で、あと駐車場も広いからさ、駐車場の積みでずっと鍋取ったりとかは結構あるらしい。あ、じゃあもう、マイルドヤンキーが気づいたんや。こっちの方がいいぞってことに。そうやな。俺らが言っとった時は、まだトライアルができてそんなに月日が経っとったわけじゃないから、まだ気づかれてなかったのかもしれんな。いや、かもしれんな。一回魚をつくさ、森が売っとった時はビビったけどな。うん、確かにな。その場で森買ったもんな。買ったな。釣り具屋でもないとこあんのに。ゴーグルも売っとるからさ。あ、そうやな。シュノーケルグッズも売っとったな。シュノーケル、その場で買って、その場で行ったな。いや、マジでノープランでトライアル入って、今日これしようっていうのもできるからな。トライアルにあるもので遊べるから。確かに。逆に選択肢多すぎて何するか迷うやろうけどな。球技とか、野球に限らずテニスのラケットとボールも売っとるし、バスケットボールとかそうそうそう。も売っとるから、サッカーボール。本当休日に、小さい子供と遊ぶようなおもちゃとか、そういうのもあるから、休日朝、子供と何して遊ぼうってなったら、トライアル一緒に子供と行って、そういうの見て楽しんでもいいけどな。で、トライアルも広いから、子供も満足できるし。確かに。俺らだってさ、名古屋からさ、伊勢の方の海に行くのにさ、わざわざトライアル寄るために通で降りたりしとったもんな。うん。そうやな。で、そこで水着とかパラソルとかさ、ゴムボートとかわざわざ買い揃えてさ、で、もう一回高速乗ってまた行くっていう。あったあった。トライアル愛がすごかったよな。トライアルを中心に行動してるからな。確かに。わざわざ南のトライアルどこにあるか調べて行ったりとかな。あ、そうそう。東京とかから来て、俺は東京から行っとるから、もう深夜とかに動いとんねんけど、トライアルやったらやっとるから、買い足しできるっていうな。うん、確かに。超便利。いや、超便利、マジで。ただ、声優を買収してさ、声優がトライアルになってしまうと、駅前とかの店舗で、トライアルみたいな運営ができるわけないから、トライアルの良さっていうのは失われてくんかなと思うわ。価格とかもそうやけど、品揃えとか。確かにどうなんだろうな。こればっかりは営業戦略とかもあるやろうし。その声優ブランドはとりあえず継続していくらしいから、結局はまあ別物として消費者は使っていくことになるやと思うわ。なるほどね。ただ、東京の人はトライアルは馴染みはないと思うんやけど、旅行とか行ったらぜひ使ってみてほしいかな。東京からやと、埼玉の北越谷か、千葉の八千代市が一番近いかな。旅行とかで足りないものがあったらとりあえずトライアルに行けば、なんとかなるかと思いますので。確かに。トライアルのな、こうやって知名度がどんどん増えていくことがな、布教してかなあかんからな。やっぱり我々はトライアルにお世話になっとる身からする。ぜひ行ってみてくださいって感じやな。ぜひぜひ。ということで、今回はトライアルが声優を買収するっていう話題を取り上げてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。